回ってるのに飛ばないとか、捻転差がうまく作れてないっていうのがよくあると思いますので、後ろに引いて後ろに引くっていう人は回転は入ってるけど体重がそもそも左に乗らないので、やっぱりミスショットが出やすかったり起き上がったりするので、基本的に骨盤は縦、右サイドを引っ張り上げられたまんま、このまんまですよ。引っ張ったまんま体重を左に入れます。若干左サイドの方が膝がね深く曲がるんですよ、これで地面を蹴る準備をしてるような感じ、皆さんこんにちは、ひがです。萌です。お願いします。はい、ということで今回はですね、飛距離アップについてやっていくんですけど、飛距離アップの中でも下半身の使い方を正しく行いたいんですけど、下半身って基本みんな回すみたいな意識で動いてると思うんですけど、正しく回せてる人もいれば回し方が間違ってる人、イメージの持ち方もあると思うんだけど、なんかよく左お尻引くとか言うと思うんだけど、そういうイメージの持ち方だったりっていうのを説明していきたいんだけど、萌えはどっち派ですか？回すっていう意識派か引く派か。どうしてるんだろう。ポンってやってます。じゃあ回すだ。回すか。回すかもね。下半身ってみんな回すってことは理解してると思うんですけど、その回し方だったりとか、回す強度、どれぐらい回すのかみたいなのを、正しく覚えてないと、なんか回ってるのに飛ばないとか、捻転差がうまく作れてないっていうのがよくあると思いますので、それについて詳しくやっていきます。はい、お願いします。お願いします。ひがもえの YouTube を見ている方限定で e スイングのインストラクターが1時間無料でレッスンさせていただきます。トラックマンでのマンツーマンレッスンなのでみっちりレッスンすることができます。応募方法は概要欄に貼ってあるホームページ、お電話からお待ちしております。ホームページからはご予約フォームにあるゴルフのお悩み、質問の欄にひがもえ無料レッスンとご記入ください。お電話の方はひがもえの YouTube を見ている旨を伝えてください。皆さんにお会いできるのを楽しみにしております。待ってます。ということで、じゃあ早速説明の方に入っていくんですが、回転をするっていうのはみんな多分分かってると思うんです。もう体の回転をしろともめっちゃ言われてると思うから、回転って思いすぎて、まずバックスイングで捻転差が作れない人の下半身の間違った動きっていうのは、この骨盤って前傾して構えてると思うんですけど、この前傾した骨盤をそのまんま後ろに回転させるから、上半身と下半身のまず捻転差がなくなる。正面から見た時にこのまんま右お尻を真後ろにこう引っ張るような動きで動かしちゃうと、体重が右に乗らないんですよ。どっちかというとこのセンターの軸の中で回ろうとしちゃうので、ちょっと若干どっちかというと私の感覚的には左にちょっとかかっちゃうなーっていう感覚があるので、バックスイングの時は基本的には右に体重が乗ってきますので、この回転っていう意識は間違ってはないんですけど、回転するこの骨盤の向きを、これが骨盤だとして、この棒がこのまんま真横に回転させるんじゃなくて、ちょっと右上、斜め上に縦に骨盤を使いたい。こういう動き、大げさにやるとちょっとイメージ持ちにくい人は、自分の右のベルト通すやつをちょっと掴んどいて、アドレス構えたら右上に引っ張ってあげると、こっち方向に引く動きにすることによって、骨盤が少し縦に動いてきてくれるので、体重も右に入るけど上に引っ張ってるだけなので、後ろに引かないから右膝が解放されることもなく、下半身の踏ん張りもあって、そこに肩が90度に回るから捻転差が生まれてきて、ためができるからヘッドスピードが上がりやすかったりするので、私が見てるお客さんで 6,7 割はみんな回転するって思ってるから、このまんまこういく人が多いなっていう印象。なのでちょっと骨盤の動き方のイメージを少し変えてあげると、バックスイングは上げやすいかなと思います。次、じゃあダウンスイングからフィニッシュまでの動き方なんですけど、これも基本的には一緒。引く動きで上げれたら、これも
左右対称にゴルフは動くので、左の外側ですよね、骨盤が左上に引っ張られるような意識で持ってきます。これがさっき言ったように後ろに引いて後ろに引くっていう人は回転は入ってるけど体重がそもそも左に乗らないので、やっぱりミスショットが出やすかったり起き上がったりするので、基本的に骨盤は縦、右上から左上に入ってくると体重も左に乗りやすいし、前傾姿勢っていうのもキープしやすくなってくるので、分かんない人はここの左右のねベルトの通すやつ、引き上げてこっち側に引き上げる動きをやってみてもらえると、ちょっと骨盤のイメージが持ちやすいんじゃないかなと思います。骨盤の動かす方向が、若干縦っていうイメージを持ったら、ここから次多分地面反力をちょっと入れてみたいなって思うじゃないですか、入れてみたいなっていうか、もう入れると、勝手に入るんですか？勝手に入る人もいるっちゃいるんですけど、いやでもね、勝手に入るなかなかないかな。最初は意識的に練習していかないと間違った地面反力とかになっちゃうと思うので、そこも説明していきます。バックスイング、右サイドを右上に斜め上に引っ張り上げられました、そしたら次そのまんま左サイドを上に引いていくっていうよりかは、右サイドを引っ張り上げられたまんま、このまんまですよ、引っ張ったまんま体重を左に入れます。そうすると右サイド引き上げられたまま左に行こうとするので、若干左サイドの方が膝がね深く曲がるんですよ、これで地面を蹴る準備をしてるような感じ、悪い人は後ろに引く動きで持ってきて、ここから踏み込みに行こうとするので、両膝がもう一回ドンって前に出ちゃうのね、そうすると体が詰まって伸び上がっちゃうので、これは地面反力ではなくてただの起き上がりに変わっちゃうので、右上に引っ張られたら、引っ張られた状態で左に踏む、でここから左の骨盤を左上に引き上げられると、右サイドがねちょっと収縮されて、サイドベントでこう打ってこれるような感覚に変わってくると思うので、やってみてほしいです。ということで、イメージの持ち方を萌にもやってみてもらおうかなと思いますので、お願いします。お願いします。ということで、じゃあ実際に萌にやってみてもらおうかなと思いますので、お願いします。お願いします。まず前傾、しっかり骨盤前傾させといて、ここから右斜め上に引き上げられる。そう、もうそれぐらいで下半身の回転はストップです。だいたいもう45度ぐらい。なんかもっといってるかも、いつも。なんかもう解放さしがちだもんね、右膝。こうなってる。そう、行き過ぎちゃうんで。そう、それぐらいでもうストップ。踏ん張れば踏ん張るほど捻転差は出るんで、ねじれができればできるほどためが作れると思っていいと思います。これでもう腰回ってるって言うんですね。回ってる。バックスイングは45度で回転ストップなので、90度いかないように。これが45度ってことだもん。約、そうだね。で、そこから、一旦左の引き上げもやってみるか、そのまま地面反力なしで。こういうこと。そう。このまま。こうで、こう。そう、もっとこっちはね、90度いっちゃっていいんで。そうです。引き上げて、引き上げる。そう。そしたら体重もね、左に勝手に乗っていきますよね。その動きに、じゃあさっき言ってた地面反力を入れるパターン。右サイド引き上げて、引き上げられたまんま、体重を左。そう。で、そこから左サイドを上げてくる。そう。お、うまい。ナイスです。これを流れでやるのが難しいですけどね、最初はゆっくりで骨盤の縦の動きを意識してやりましょう。縦の動き。こう。そう、できてるできてる。じゃあ一回ドライバーでやってみますか。今までの腰の意識とどう？ほぼ一緒。いや、左引くのはちょっと一緒かもしれない。ただ右側をこう右上に引くっていうのは、多分いつもこんぐらいいってますね、私。でもそんなに悪くないけどね、今のね。悪くなかった。悪くない。なんか
もうちょっと回ってる感覚か。なんか結構トップが浅いというか、ここら辺でもう止まっちゃう腕が止まっちゃうみたいな。でも肩さえ入ってれば大丈夫なんでね。地面反力やってみるか。はい、はい、右上さあ、引っ張られたまま左に体重グッ、もっとこんないっちゃっていいってことで、そこから左に、そう意外と大げさめに、地面反力入れたい人はね、入れたい人っていうかやっぱ入れた方が飛ぶとは思うので、飛距離アップしたい人は最初大げさめからこうでこう、そう合ってる。それをね、やっぱこう連続でできるまではこう今みたいにもう止まって形確認して、で今の場合正面から見たら若干突っ込んでるから、もうそういうのも少しずつ修正しつつやっていかないと変な癖になっちゃうからね、止まりながらやってみるといいかなと思います。はい、これボール打つ時も、今やったドリルっていうか、やり方みたいに、右に引っ張る、踏む伸びるっていうか左上、っていうこの止まってピョンってやってボールっていいんですか？でも OK だと思います。最初はやっぱゆっくり形確認しながらがいいと思うので、止まってなんならもう自分一人で練習する人は動画とか正面からでも後方からどっちからも取って形確認するぐらいじゃないと間違えた動きになっちゃうかなと思うんで、やってみますか。止まってみる。止まってはい、右上にこうです引き上げる。で、その引っ張ったまま踏む。で、そこから左上におうまい。右上にこうです引き上げる。で、その引っ張ったまま踏む。で、そこから左上に突っ込んでるけどね、萌の場合はね。こんぐらい。あれ？オッケー。右側で振る、引きながら。まあでも難しいな。萌の場合、突っ込み癖はまた別で直さなきゃいけないので、あれなんだけど、前みたいにドライバーでいきなりやるよりかは、9番とかで最初はもう形作りを徹底してやる方がいいんじゃないかなと思うので、萌さんは突っ込みをまず直さなきゃいけません。じゃあ練習頑張りましょう。ということで、私が次ビフォーとアフターを打っていくんですが、ビフォーは骨盤のつけ方が横回しの意識で振ってる時のスイングをやってみます。こんな感じですか？じゃあ次はアフターを打っていきますが、アフターは骨盤の動きを縦に動かす意識を持って、プラス私は地面反力も入れてみるというか多分勝手に入るので打ってみます。ということで、じゃあ私が打ちましたビフォーとアフターの数値を比べていきたいなと思うんですが、こちらがビフォーですね。ビフォーは回して横に回す意識で骨盤を使った時のデータなんですけど、38.2、キャリーが 181.4 の 222.9っていうところで、そんなにね飛んでなくはないんじゃないかなとは思うんですけど、吸ってる時の印象としては捻転差がないから、ただその場で回転してるし、体重移動もほぼほぼ入ってないので、ボールにちゃんと力を伝えてる感は全くないんですよね。ただボールに当てて終わりみたいなスイングの印象が強いので、こういうスイングしてる人は悪くはないんだろうけど、なんかばらつきもそんなにないんだろうけど、もう少し距離伸びるよなっていうスイングかなと私は感じました。じゃあ次アフター、アフターのデータ。アフターが、ヘッドスピードが40ぴったり、キャリーが 215.2 ヤードのトータルが 240.7、さっきは横だったけど今回骨盤を縦にしたイメージで振ってるんですけど、やっぱりこっちの方が下半身の粘りだったりとか、上半身と下半身の捻転差っていうのはすごく感じられる分、ボールに力を伝えやすいかなと感じます。
ヘッドスピードが 1.8 アップ、キャリーが 33.8 ヤードアップ、トータルが 17.8 ヤードアップということで、捻転差が強く出る分ヘッドスピードも上がるし、その分飛距離も上がってくるんじゃないかなと思いますので、もうちょっと飛距離アップできるんじゃないかなみたいな人はやってみる価値はあるんじゃないかなと思うので、ぜひやってみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。e スイングにはスイング分析に特化したトラックマンが置いてありますので、最速で上達することができます。また e スイングの LINE 公式アカウントを登録していただくと定期的に視聴者プレゼントを配信中です。概要欄の LINE を追加していただき、正面と後方からスイング動画と今現在のゴルフのお悩みをテキストで送ってください。私が1分間のレッスン動画をお送りいたします。ぜひ LINE 登録とスイング動画お待ちしております。ということで、この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメント、 LINE 登録お待ちしております。次の動画までまたねー。